先ほどの30年放置と比べると圧倒的な差があります。僕はそれを取り戻すために必死こいて毎月30万円のオルカン積み立てを2年間ほどやり続けたわけです。なので資産形成に取り組むということは時間がとても偉大でかけがえのないものだという学びを得ることにもつながります。ごきげんよう、ペーパーです。今日のテーマはこちら。積み立て投資いつまでやればいい？ペーパー流の卒業ライン。最近よく耳にする積み立て投資っていつまでやればいいという話題があります。そもそも投資は主要なインデックスへ一括投資して、あとは放置しておくのが最も合理的とされます。不要な意思や手間を挟まず、お金を市場で働かせ続けるためです。では、人はなぜ積み立てをするのか。それは一括で投じる原資がないためです。やれるんなら最初から一括投資します。それができないからこそ、毎月の労働収入に得られる一部を小刻みに投じていくわけですよね。まあもちろん初心者は投資経験も積み立てしていく必要はありますが、僕自身はオルカンへ2500万円一括投資しつつも、そこから丸2年間は毎月30万円の積み立てを続けていました。これも詰まるところは、一括で投じられる原資に限りがあったためです。ということは、積み立てっていつまでやるべきかという問いは、ほったらかしできる原資をどのぐらい貯めればよいのかという言葉に置き換えることもできるわけです。資産形成のゴールは人それぞれであり、置かれた立場や環境、年齢、そしてそれが教育資金なのか、住居資金なのかなど、用途もバラバラです。そのため、今回は誰もが共通で訪れる老後資金を念頭に話を進めていこうと思います。僕は長年、この柔らか中学校で自身の資産形成を振り返り続けてきた中、資産の重要な節目については結構明確に答えを持っています。それが1000万円。資産の伸びの加速が一段高まるサイズだからですよね。近年、国内でもインフレ加速が顕著ですから、この数字の価値もだいぶ落ちてきているなぁとも感じますが、現金の価値が減っている今だからこそ、いち早く放置可能な1000万円を作り、それを原資にして自己防衛を図ることが大事になるわけです。そんな今回は、ペーパーがなぜ1000万円あれば、将来資金としては盤石だと考えるのか、資産の伸びが加速するポイントを読み解きながら話をしていきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。柔らか中学校。ティッピングポイント。どんなことでも、これまでの推移からぐっと一段ベースが加速していくポイントが存在します。これは勉強でも仕事でも趣味でも同様です。着手した瞬間は全てが新鮮で新しいですから、誰もががむしゃらに打ち込む。やがて見える景色に飽きが生じ、成長が感じられなくなる停滞期を迎えます。そこで多くの人は脱落していくものです。皆さんも資格勉強とか筋トレとかで経験ありませんか？会社員をやっていて、仕事自体にモチベーションを感じなくなってくる時期も必ずどこかでやってくると思いますが、これも同じロジックですね。それでもじっくり取り組み続けていった人だけが体験できる急激なステージ変化というものが存在します。ペーパー自身も嫌気がさしてやめてきたことは過去たくさんあります。大学時代の音楽活動とか、社会人になってからのデザイナー職種とか、このような大層なものじゃなくても、コンサル付き英会話スクールや出会い系マッチングアプリなんかもそれにあたります。停滞期に入るとどうしても気持ちが続かないんですよね。ただし、冒頭でも述べた通り、続けていれば
必ずどこかで急激な成長を感じる瞬間は訪れます。そこまで粘れるかどうかの世界なんですよね。僕はこの現象をティッピングポイントと表現しています。この言葉、システムにおいて小さな変化が積み重なり、ある限界点を迎えると、それまでの状態から急激かつ不可逆的に変化する点を指します。流行が爆発的に広がる現象、気候変動問題においての臨界点など、良い面でも悪い面でも幅広い分野で使われます。例えばこんなことです。携帯電話の普及。社会に浸透するまでには時間がかかったが、ある時点から爆発的に普及。電話を携帯することへの利便性が一定の人々に認識され、ネットワーク効果などから急激に利用者が増加。禁煙の社会的規範化。かつて公共の場で喫煙は一般的だったが、健康被害の科学的知見が広がり、社会的な働きかけが続いたことで、喫煙は徐々に非社会的な行動とみなされるように。犯罪率の急激な低下。1990年代のニューヨークでは高い犯罪率が問題視されていたが、それらにつながる街の落書きを徹底的に消していくことを通じ、犯罪発生率を大幅に下げることに成功。SNS の浸透。最初期は一部のユーザーで限定的に使われていたが、スマホとの相性の良さ、その速報性や利便性などが一定の敷地を超えると、世界中で爆発的に普及。サンゴの白化。海水温の上昇や海洋酸性化によってサンゴ礁の白化が進行し、ある値を超えると広範囲でサンゴが死滅し生態系が崩壊。企業の組織改革。組織の一部から改革の動きが始まり、経営層や従業員の意識が徐々に変わっていくことで、やがて組織全体に大きな変革がもたらされる。最後のやつは、近年大きく報じられた大手アイドル事務所や民放テレビ局の不祥事にも当てはまります。事象が注目されだした前後での組織変化はまさにという感じでしたよね。このように、良いことだけでなく悪いことも含め、ある一定の基準を超えると、加速度的に不可逆な変化に向かって突き進むというのは、日常生活に当たり前のように存在するわけです。谷中中学校。漫画家と送り人。人間はどうしても楽な方に流されがちな生き物ですから、一つの事象を継続して打ち込んでいくことも稀でしょう。つまり、このようなティッピングポイントを迎えるケースはそれほど多くないと言えるわけです。なぜならば僕自身の事例にもあった通り、途中で飽きてやめちゃうから。ただ、そんなペーパーは近年珍しく続けていることがあり、それが何かというと YouTube 運営と資産運用。以前にこんな話題を取り上げたことがありました。それが是が非でも達成したい漫画家と送り人です。2024年5月にお届けした回なんですが、この時点ではそれぞれ YouTube のチャンネル登録者数が8667人、純資産が8496万円でした。人によって YouTube 運営も資産運用も得意、不得意はもちろん異なるわけですが、僕の場合、この2つのカテゴリーはなぜか絶妙な感じでいつも並走するんですよね。今現在もおよそ1万人、1億円とやはり競っています。で、どちらにも共通点があるなぁと感じており、それが今日のテーマにも関連していきますが、YouTube は1000人までが恐ろしく大変だったし、資産形成も1000万円到達までが大変だということです。今現在はそこから10倍になったわけであり、僕にとってはここがまさにティッピングポイントだったんだと言えます。谷中中学校。重要な金融資産の節目。以前に金融資産ベースで8000万円に到達した際、その過程を振り返って重要だったと感じる6つの節目について紹介したことがありました。それがこれらです。1、
100万円。人生で最初に迎えるお金持ちの節目。2、500万円。生活に安心感が生まれる節目。3、1000万円。お金を増やしていくことを意識し始める節目。4、3000万円。ファイヤーや送り人到達への重要な節目。5、5000万円。お金に愛される生き方を手にした節目。6、8000万円。守りのポートフォリオにシフトしていく節目。よく資産の伸びは加速していくなんてことが言われますが、それは実体験でもその通りでした。こちらは節目から節目までの到達期間を示したものです。100万円から500万円がおよそ7年、500万円から1000万円がおよそ6年、1000万円から3000万円がおよそ3年11ヶ月、3000万円から5000万円がおよそ2年7ヶ月、5000万円から8000万円がおよそ1年4ヶ月です。このように後半に進むにつれて、その達成期間が短縮していることがわかります。終盤はその金額幅が大きくなっているにもかかわらずです。そしてこれらの節目の中でベストオブ節目として1000万円の壁をどう突破するかを僕は選びました。この段階をクリアすると、そこまでに積み上げてきた経験や資産運用の型を維持することで、資産は自然と増えていくと考えられるからです。柔らか中学校。ほったらかしできる1000万円。多くの場合、1000万円を築く際、労働収入がメインになるでしょうから、会社員のステータスであることがほとんどでしょう。つまり、引き続き労働収入が続くと仮定し、1000万円プラス生活防衛資金を用意することができれば、この1000万円は丸々運用に回しておけることになります。この原資を主要なインデックス投資で運用していくとどうなるでしょうか。1000万円を30年放置するとどうなるか。年 2% だと1811万円、3% だと2427万円、4% で3243万円、5% で4322万円、6% で5744万円、7% で7612万円、8% で1億63万円、9% で1億3268万円です。こんなもの川山用以外の何物でもありませんが、大体このようなレンジが想定されることになります。30歳までに1000万円を作れれば、定年までには老後資金の大部分をカバーできる規模が築けていることになります。近年、インフレが深刻ですが、年 5% で運用することができれば、2% ほどのインフレは吸収しつつ、将来の資産も担保できるわけです。重要なのは30年という期間です。運用に回せる時間が長ければ長いほど、複利効果が働きますから資産の伸びが加速し続けていく。つまり、1000万円を蓄えた時期が30歳ではなく、もっと遅かった場合は、その遅れた時間を取り戻すために原資をより大きくしておく必要があります。エヴァ自身も40歳になってからの資産形成でしたから、大きく出遅れました。1000万円を20年放置するとどうなるか。年 2% で1486万円、3% で1806万円、4% で2191万円、5% で2653万円、6% で3207万円、7% で3870万円、8% で4661万円、9% で5604万円です。10年のビハインドです。先ほどの30年放置と比べると圧倒的な差があります。僕はそれを取り戻すために必死こいて毎月30万円のオルカン積み立てを2年間ほどやり続けたわけです。なので資産形成に取り組むということは時間がとても偉大でかけがえのないものだという学びを得ることにもつながります。1000万円という金額は
そこに至るまでに得た知識や経験といった資産形成の型、完成という側面に加えて、それを丸々運用で働かせ続ければ、将来の備えとしては十分な水準まで目指せるわけですが、もちろんこれが3000万円とか5000万円ある方がより安泰なのはそうでしょう。大いに越したことはありません。ただし、この数千万円というクラスになってくると、労働収入で得た稼ぎを節約しながら貯めていく範疇を余裕で超えてきますから、すでに資産の多くが運用に回っていると考えられます。つまり先ほど紹介した〇〇年放置するとどうなるのかの渦中にすでにあるということです。逆説的に言えば、1000万円であれば、運用の力を得なくても自力で貯めていくことができる現実的なラインです。報道等でも主婦がコツコツ1000万円貯めたといったような話見かけますよね。実際僕自身もそうでした。運用せずとも稼ぐ力を高めて節制に努める。例えば、年収水準の高い業界に身を置く。本業以外の副収入を得る。生活スタイルを一旦リセットする。そしてこれらをひたすらやり続ける。シンプルにこれだけです。自身の力だけで資産形成を成功されてきた方々は、おおむねこれらのツボを抑えて、あとはひたすら飽きようが、心が折れそうになろうが、様々な誘惑に駆られようが、地道に続けていく。ほったらかしできる1000万円さえ手にすることができれば、確実にその後のステージが変わっていくからやるわけです。柔らか中学校。今回は、積み立てっていつまでやればよいのかをテーマに話をしてきましたが、いかがだったでしょうか。映画的には、30歳でほったらかしできる1000万円さえ作れればもういいんじゃないという回答です。かなりざっくりですが。つまり、30歳以前の方は、そこまでに1000万円を目指す。30歳以降の方は、ビハインドしている額を取り戻す戦いをする。全世界株式の過去100年平均で年 5% ほどですから、それで考えるとこんなイメージになりますよね。30歳1000万円水準を取り戻すには、35歳で1276万円、40歳で1629万円、45歳で2079万円、50歳で2653万円。改めてですが、これはあくまでほったらかしできる額の話であって、生活防衛資金は別枠です。そして独身を前提にしていますから、家族を持つ場合はお相手ともっと深くシミュレーションする必要があるでしょう。なお、節目として紹介した1000万円の運用には、もちろん手間をかけないことも重要です。基本的には全世界か米国の主要インデックスに低コストで投資をしていくことになりますが、最初の商品選びをした後は、意思を入れない、評価額を見ない、日常に持ち込まないことがいいでしょう。自分自身も2021年以降はそんな運用をやっています。労働収入がある前提で話をしてきましたので、もちろんその後も余剰資金を積み立てして運用に回すことで、資産の伸びを加速させていくことは可能です。ただ、ここまで来ると、もはやオプションだと思います。マリオカートでのキノコ取って一定時間ターボかかるみたいなもんです。ということで、僕がもしデロリアンに乗って過去に戻り、20歳の自分に会うことができるのであれば、将来の備えを手に入れるためのチケット代だと思って、30歳までにほったらかせる1000万円到達を目指せ、そう伝えます。皆さんは資産形成において、そのステージを変えるポイントになった金額いくらでしたか？ぜひいろいろなエピソードをコメント欄で教えていただけると嬉しいです。この柔らか中学校では、お金や仕事に関する話題を中心に、ファイヤー生活に突入したペーパーの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。またサブチャンネル、ペーパーの独り言は、ペーパーが興味関心のある話題を取り上げて、好き放題喋り倒すラジオのようなライブ配信番組となっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。人生はノーコンティニュー、悔いのないようにやっていきましょう。今日のまとめです。
とにもかくにも1000万円を作り出せ。ということで、以上、ペーパーでした。では、ごきげんよう。